どうも皆さんこんにちは、上ちゃんです。はい、というわけで、今回はプルコギを作りたいと思います。イエイ。はい、というわけでね、ちょうどね、去年の今頃ぐらいかな、韓国に旅行で遊びに行ってまして、まだ世界中でコロナが流行るちょっと前ですね。はい、でその時に食べたプルコギがめちゃくちゃ美味しかったんで、このプルコギを日本でというか代替肉で美味しく作れないかなと思いまして、今日はプルコギを作ることに決めました。というわけでね、今日も地球に優しく美味しい料理を作っていきますので、早速調理編の方へどうぞ。上ちゃんの料理部屋。いらっしゃい。お久しぶりです。久しぶりです。はい、今日はねプルコギを作っていこうと思います。プルコギ作るの？プルコギです。ほう。はい、じゃあね早速、調理に移っていきます。じゃあねこいつをまず茹でなきゃいけないので、茹でていきます。で、今回これ使ってるのがこれ何これ？ユーキジャックの豆ミートナゲット。松ぼっくり。違うそう、これ、ちょっと前のね、玄ちゃんが知らないフライドチキンの回で使ったんですけども、ちょっとね、これをちょっと最近使い始めてるので、これを使ってプルコギを作っていきたいと思います。楽しみですね。でね、あと具材ですね。あとは、ネギと玉ねぎ、それから人参、で調味料が酒、醤油、コチュジャンで蜂蜜、砂糖、ごま油、生姜にニンニクです。はい、これだけでプルコギ作れるんでやっていきます。はい、じゃあ投入していきます。大豆みたいなこれがありますよとか、この手間が一手間かかりますよとか。これが大変なんですね。じゃあね、これ入れてる間に野菜を切っていきます。今日ね、人参使うんですけど、もう3分の1ぐらいかな。今日は2人前っていう感じ。2人前。はいはい。こんな感じです。お稲荷さんがだいぶ水分減ったね。水分を吸って。はい、じゃあね、こいつを。ほんで、こいつの臭みを今から抜いていきます。ああ、大豆臭さ。大豆臭さ。はいはい。なんかこうやって絞っていくらしくて。洗っていく？なんていうのかな。その水分に大豆臭さが。そう。一手間かかるんですよね、やっぱり。これはどのぐらいやるんですか？なんか3、4回。はい。であんまり強く握りすぎると潰れちゃうんで、優しく。で、次に何をするかというと、さらにこうやって絞っていくんですよね。へえ。潰さない程度に。そう。この力加減が大切なんですよ。結構絞るね。そう。ただね、これ前回こいつをフライドチキンにした時に絞りすぎて、茹でる前に戻ってしまって。スカスカのカップに戻ってしまって。その塩梅が難しいわけ。それが難しくて。慣れだな、これもね。そう。こんな感じ入れていきます。はい、じゃあ酒。これと大さじ4入れていきます。はい、で次醤油。こいつも大さじ4入れていきます。はい、でコチュジャン入ります。大さじ4ぐらい。大さじ2ぐらいかな。はい。で、あと、蜂蜜が大さじ1。で、砂糖も大さじ1。で、ごま油。かわいいね、これ。砂糖って書いてる。ひらがな。ごま油ちょっと多めかな。大さじ 1.5 ぐらい。最後、生姜は適量。あんま入れすぎたらちょっとえぐみが出るんで。で、ニンニク。適量です。はい。じゃあこいつらを混ぜていきます。ああ、いい匂い。いい匂いするやろ。コチュジャンとごま油の匂いが。これうまそうな匂いすんな。ね、これやばそう。めちゃくちゃいい匂いする。ちょっと思いつきの今日はご飯やけどこれ大当たりかもね。大当たりかも。めっちゃ美味しそう。こいつらを一旦ちょっと
つけ置きしておきます。はいはい。まあつける必要があるかどうかわかんないですけど、うんうん。大豆肉。そうな。そうまあ一旦こいつは置いておきます。はい。じゃあね、こんな感じで。はいはい。はい、じゃあね、プルコギお、漬けたやつが。漬けできましたので、早速これを焼いていきます。はい。はい。じゃあね、油はどうしよう。ちょっとすっか。ね。ちょっとだけごま油敷きます。もうあと焼くだけ？あと焼くだけです。うんうんうん。これは何を目安にどこまでやるの？とりあえず野菜がしんなりしてきたら、うんうん。まあ、今はもう野菜生の状態なんで。そっかそっか。そうそうそう。まだ何もしてないんだ。まだ何もしてない状態なんで。いい感じ。いい感じだと思います。で最後にネギね。そう。でネギは余熱で。うんうんうん。うまそうだね。めっちゃいい匂いしてきた。はい。じゃあね、盛り付けていきます。これちょっと見ものやな。最後にね、うん。いりごまをちょっとプルコギ風にのせると濃くなるでしょ。じゃあね、これでプルコギの完成です。じゃじゃん。はい、じゃあね、プルコギ完成しましたので、よし。はい。で今日はね、撮影者に玄ちゃんが来ていただいているので、玄ちゃんにまずは試食をしていただきたいと思います。では熱々のうちにどうぞ。はい。プルコギがよくわからんっていう中でプルコギの大豆ミートバージョンを食べるので最低になるか知らんね。確かにオリジナルを知らんもん。そうそうそう。パッと見もうお揚げさんとさ見た目確かに。と野菜炒めみたいな。確かに確かに。いただきます。お揚げさん。うまい。何に近い？うまいんだけど肉も思ったよりなんか俺最初の水を含んでないなんだオフから考えたらめちゃくちゃ肉になってる。食感も結構肉に近い。大豆臭さはゼロ。うん大豆臭さゼロ。あ、大豆臭さはゼロ。ゼロ。やっぱ水抜きっていうかなんか。ただオリジナルを知らんからなるほどね。でもプルコギのオリジナルを知らんからこれがプルコギの味なんかどうかわからないんですよ。そうっていう致命傷が食べてから発覚したんだけど、うまいかまずいかとかで言うとうまい料理です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕もちょっといただいてみます。いただきます。揚げ食ってんのに肉っぽいみたいな。何に近いって言ったらいいんやろこれ。の不思議な味ちゃう？味はプルコギなんですよ。味はプルコギやけどこの肉だよね。そうこの代替肉の食感が揚げとタコ天の間みたいな。分厚い揚げみたいな。分厚くて食感のある揚げみたいな。そうそんな感じです。でもね味は美味しいです。美味しい。牛肉じゃないけど揚げをプレスした揚げで作ったプルコギみたいな。私これめっちゃヘルシーだよね。これめっちゃヘルシーだと思う。ね。脂質自体はほとんど入ってないから。だよね。美味しい。本当にだから健康とかトレーニング中とかにはすごいいいと思います。脂質少ないんで。はい。じゃあね今日のこのプルコギ成功か失敗かで言うと、評価を2択にするのはじゃあ美味しいかどうかですね。美味しいよ。でも今までの成功とはやっぱり違うかな。大豆ミートなっていう若干の僕の中では初めての壁的な。今まで結構圧勝じゃねみたいな。これもしかしたら肉のリプレースいけるんじゃないっていうところからなるほど揚げになるかみたいなっていうそこの衝撃は確かにある。自分揚げ感が一番強かったなっていうか、今までほんまに肉っぽい食べ物そう玄ちゃん食べてきてるんですけど、これ今回初めて代替ミート使ったけど、ってな感じです。だからうまいけどって感じです。ありがとうございます。ちょっとねまだまだ改良の余地があるような今回プルコギだったんですけども、また次回どこかのタイミングでまた別の代替肉でちょっとプルコギいいね作ってみたいと思います。それでまた玄ちゃんにね食べていただいて、まずその前に玄ちゃんには本物のプルコギを食べていただいて、その後にちょっと食べてくる。は
はい、というわけでね、次回も地球に優しく美味しい動画を配信していきますので、また次の動画もお楽しみに。楽しみに。またね。